皆さんこんにちは。卓球用具や技術の解説はもちろん、世界の卓球界を取り巻く政治、経済、そしてルールや選考基準の裏側に隠された真実を徹底的に解き明かすチャンネル、テーブルテニスインサイトの時間がやってまいりました。ナビゲーターのケンジです。こんにちは。アシスタントのミサキです。ケンジさん、今日のテーマは、この動画のコメント欄や SNS で今最も注目を集め、誰もがその行く末をハラハラしながら見守っている超ビッグテーマですね。そうです。今回は日本卓球協会が正式発表した最新情報と、国際オリンピック委員会 IOC や国際卓球連盟 ITTF の極秘流に進む構造改革の動きを網羅した特別企画をお届けします。題して、2028年ロサンゼルス五輪卓球競技における日本代表選手選考基準の多角的分析と国際競技戦略です。ロサンゼルス五輪、通称ロス五輪ですね。2028年の大会に向けて、すでに代表選考の火蓋は切って落とされているわけですが、今回の選考基準はこれまでの大会とは全く違う、まさにパラダイムシフトが起きていると聞きました。その通りなんです。実は、ロス五輪の卓球競技は、オリンピックの歴史上最も過酷で、最も複雑で、そして最もメダル数が多い大会になることが決定しています。メダル数が多いんですか？卓球のオリンピック種目って、男女シングルス、男女団体、混合ダブルスの5つ種目じゃないんですか？それが、今回の国際オリンピック委員会 IOC の発表によると、北京大会から続いていた男女別の団体戦が廃止され、新種目として混合団体が導入されることになりました。さらに、アテネ五輪を最後に除外されていた男女のダブルスが、なんと24年ぶりにオリンピックの舞台に復活するんです。男女ダブルスが復活するんですか？ということは、シングルス、ダブルス、混合ダブルス、混合団体、合計で6種目になるってことですか？大正解。これまでは最大5種目だったのが全6種目に拡大します。メダル獲得のチャンスが大きく増える一方で、選手にとってはこれまでにない過酷な連戦が待ち受けています。そして、この激変する国際フォーマットに対して、日本卓球協会 JTTF が出したアンサー、それが今回発表された選考基準なんです。日本卓球協会がどんな戦略でこのロス五輪に挑もうとしているのか、そして選手たちが直面する過酷な選考レースの現実、さらにメーカーじゃメディアが絶対に攻略できない卓球界の隠された真実まで、今日は時間をかけてじっくりと解説していきます。はい。今回の動画は日本の卓球の未来を背負うトップ選手たちの戦いを深く理解し、オリンピックという最高峰の舞台の裏側を覗き見るためのバイブルとなる内容です。画面の前の皆さんも知恵熱が出ないようにしっかりついてきてくださいね。6種目に拡大し、男女ダブルスが復活するロス五輪。卓球界の地図が完全に塗り替わるほどの構造改革ですね。ケンジさん、まずは今回の包括的レポートから判明した最大の発見の全体像を教えてもらえますか？はい。エグゼクティブサマリーとして選考基準の革新とその裏にあるリアルな課題を3つの最重要ポイントにまとめて提示しましょう。はい、お願いします。1つ目、日本卓球協会 JTTA は前回のパリ五輪サイクルで選手を極限まで疲弊させた独自の国内選考ポイントシステムを完全に廃止しました。そして、ロス五輪の男女シングルス代表選考各2枠には、国際卓球連盟 ITTF の世界ランキングを直接採用するという、世界規格の一発選考へと舵を切ったんです。誰が何ポイント持っているかで大騒ぎした過酷な国内選考会やポイントレースはもうやらないんですか？やりません。世界ランキングのみで決めます。これが最大の変革です。そして2つ目、混合団体を戦うための第3の選手の選考において、単純なシングルスの強さではなく、新設される男女ダブルスや混合団体戦におけるダブルス適性の相乗効果、ペアリングシナジーが決定的な判断基準となります。この1枠は、日本卓球協会の強化本部による推薦枠となっており、ここに最も高度な戦略的力学が働きます。シングルスが強くても、ダブルスが組めないと選抜されない可能性があるということですね。その通りです。そして3つ目、これが今回本レポートが最も深く切り込んでいる、卓球界のアンダーグラウンドな真実です。世界ランキングを上げるためには、世界中を転戦する WTT ツアーへの出場が不可欠ですが、その遠征費用の多くを選手が自腹、自己負担で支払っているという過酷な経済的現実、そして国際大会の現場で今なお横行し黙認されている違法なラバー加工技術、補助剤の存在、これらの不都合な真実が選手の生命線を脅かしている実態が明らかになりました。自腹で世界を転戦、それにルール違反の補助剤が黙認されている。テレビのオリンピック中継や卓球メーカーの綺麗な広告からは絶対に聞こえてこない、耳を疑うような話ですね。そうなんです。私たちはこの現実から目を背けてはなりません。
この後の各論パートでは、新フォーマットのルール解説から選考基準のシミュレーション、そしてこれらの経済的用具的な闇の構造まで、余すところなく徹底的に解き明かしていきます。暗い話から明るい話まで幅広くお届けします。皆さん、この先の解説、1パートも聞き逃さないように集中してくださいね。さて、まずは全ての土台となるロサンゼルス五輪卓球競技の構造改革について詳しく見ていきましょう。国際オリンピック委員会 IOC と国際卓球連盟 ITTF が下したこの決定は、卓球の歴史において極めて大きな意味を持ちます。男女別の団体戦が廃止されて、代わりに混合団体が導入される。そして男女ダブルスが24年ぶりに復活するというお話でしたね。これ具体的にどうしてこういう変更が行われたんですか？一番の理由は、オリンピック全体の参加選手数の削減とジェンダー平等の達成、そしてテレビ放映におけるエンターテインメント性の向上です。国際オリンピック委員会 IOC は、オリンピックの巨大化を防ぐために、競技全体の総選手数を厳格に抑え込む方針をとっています。選手が増えすぎると開催都市の負担が大きくなりますもんね。はい。その結果、ロス五輪における卓球競技の総出場枠数は172名、男女各86名と、これまでの大会と同じ数に据え置かれました。出場できる全体の人数は増えないのに、実施する種目だけが4種目や5種目から一気に6種目に増えたということですか？そうなんです。ここが非常にトリッキーな部分です。総選手数が172名に厳しく制限されているため、一つの国や地域、つまり 1NOC あたりに許容される最大の選手数は、全6種目を通して男女各3名、計6名という極めてタイトな上限が維持されることになりました。男女各3名、つまりたった3人の男性選手と3人の女性選手だけで、シングルスも復活したダブルスも混合団体も全ての種目をやりくりしなきゃいけないってことですか？その通り、かつての男女ダブルスがあった時代はダブルス専門のペアを本戦に連れて行くことができましたが、今回はそれが一切できません。選ばれた男女各3名のメンバーの中から全てのペアリングを構築しなければならない。この強烈な制約条件こそが、今回の代表選考を極めて複雑でかつエキサイティングなものにしている最大の要因なんです。この国際フォーマットの激変を受けて、日本卓球協会が策定したのが、今回のロス五輪日本代表候補選手選考基準です。前回のパリ五輪の時は、日本独自の国内選考ポイントシステムがあって、国内で何度も選考会をやったり、T リーグの試合にポイントを付与したりして、本当に過酷なレースが行われていましたよね。毎大会順位が入れ替わるたびにスポーツニュースが大騒ぎしていました。そうでしたね。あの選考システムは、日本国内での卓球のメディア露出を爆発的に増やし、選手同士の切磋琢磨を促したという点では一定の成功を収めました。しかしその裏ではトップ選手たちが国内の選考会と世界を転戦する WTT ツアーの超絶に過密なスケジュールに挟まれ、心身ともに極限まで消耗してボロボロになっていたんです。体調を崩したり、怪我を抱えながら無理して試合に出ている選手たくさんいましたよね。見ているこっちも辛くなるくらいでした。はい。さらに深刻だったのが、国内選考会にエネルギーを割からすぎた結果、世界ランキングに直結する WTT ツアーに出場できず、日本のトップ選手たちの世界ランキングが下がり、オリンピック本戦でのシード権を失うという本末転倒な事態が懸念されたんです。せっかく日本代表になれても、世界ランクが低いから本戦の早い段階で中国選手と当たってメダルを逃す、なんてことになったら目も当てられないですよね。その痛烈な反省を生かし、日本卓球協会はロスサイクルにおいて世界標準へと完全に舵を切りました。国内独自のポイントを一切廃止し、シンプルに ITTF 世界ランキングの日本人上位2名をそのままシングルス代表候補として選出する、という戦略的方針転換を行ったんです。選手たちにとっては、国内の過密スケジュールから解放されて、世界での戦いに 100% 集中できる素晴らしい決定ですね。でもそれによって今度は、世界ランキング争いという別の意味で壮絶な世界規模のサバイバルレースが始まるわけですね。では、そのシングルス代表選考の具体的なメカニズムについて解説します。ITTF 国際卓球連盟の世界ランキングで上位2名を選ぶということですが、いつの時点のランキングで決まるんですか？ここが非常に重要なポイントです。日本卓球協会 JTTA の公式リリースによると、デッドラインとなるのは、2028年1月の最初に発表される予定の ITTF シングルス世界ランキングです。日付としては2028年1月3日月曜に発表されるランキングが予定されています。2028年の年明け早々、最初のランキング発表で日本代表のシングルス2名が自動的に内定するんですね。はい。
この決定により、選手たちは2027年の1年間、世界中で開催される WTT グランドスマッシュ、WTT チャンピオンズ、WTT コンテンダーといったツアー大会を死に物狂いで転戦し、世界ランキングポイントを積み上げなければなりません。世界ランキングは過去1年間に出場した大会のうち、獲得ポイントが高い上位8大会の合計ポイントで計算される仕組みですよね。その通り。つまり、1回良い成績を出しただけではダメで、年間を通して常に高いレベルで安定した成績を残し続けなければ、上位をキープすることはできません。しかも、日本のライバル選手よりも1ポイントでも上にいなければならない。シングルス代表内定の2枠をめぐる戦いは、まさに世界を舞台にした情報戦であり、体力勝負になりますね。この早期決定プロセスには、選ばれた2名に対して、2028年1月から7月のオリンピック本番までの約半年間、過酷な予選を戦うことなく、本戦でのメダル獲得に向けたコンディショニング調整と中国勢の徹底的な対策に専念させるという実利的な国際競技戦略が明確に埋め込まれているんです。シングルス代表の2名が世界ランキングで自動的に内定した後、選考レースの焦点は3人目の選手、すなわち混合団体戦を戦うための第3の選手、男女各1名の決定へと移ります。この3人目の選考基準が実は一番の曲者なんですよね。世界ランキングの上位3番目の選手が自動的に選ばれるわけではないんですか？違います。この第3の選手は世界ランキングは関係なく、日本卓球協会の選手強化本部による推薦・総合判断によって決定されます。推薦枠なんですね。決定時期はいつになるんですか？日本卓球協会の発表によれば、2028年全日本卓球選手権大会一般の部が終了した後、1週間以内に強化本部が決定し公表することになっています。全日本選手権の直後、全日本選手権での活躍も選考に大きく影響しそうですね。強化本部に課せられた選出の条件は公式規定に明確に書かれています。それは、混合団体戦のシングルス及びダブルスの双方において、極めて高い国際競争力を有すると判断される選手であることです。シングルスだけでなく、ダブルスも強くないといけない。これってどうしてそんな条件がついているんですか？それには新種目である混合団体ミックスティームの非常にエキサイティングで特殊な対戦フォーマットが深く関係しているんです。次のパートでその混合団体の恐るべき試合形式について解説します。ロス五輪で初めて採用される混合団体は、国際卓球連盟 ITTF が近年導入した非常にダイナミックな混合団体ワールドカップ形式を踏襲するものと推察されています。混合団体ワールドカップ形式。これって普通の男女別の団体戦、シングルス4試合、ダブルス1試合で3点選手とは全然違うルールなんですよね。全く違います。この形式の対戦はなんと混合ダブルスからスタートします。いきなりミックスダブルスから始まるんですか？はい。第1マッチが混合ダブルス、第2マッチが女子シングルス、第3マッチが男子シングルス、そして決着がつかなければ第4マッチに男女のどちらかのダブルス、第5マッチにもう一方のダブルスが行われます。ダブルスが最高で3試合も組み込まれているんですか？そうなんです。しかも最大の特徴は各マッチを3ゲーム制で行い、合計で8ゲームを先取したチームが勝利するというシステムになっている点です。8ゲーム先取制。ということは、シングルスがいくら強くても、最初のダブルスで0対3とかでボコボコにされてゲームを失ったら、チーム全体が圧倒的に不利な状況に追い込まれるんですね。まさにその通り。勝敗の行方は、シングルスの絶対的な実力以上に、最初の混合ダブルス、そして後半に控える男女ダブルスでどれだけ確実にゲームを奪えるかというダブルス力の多岐越性に極めて強く依存するんです。だからこそ、第3の選手には、すでにシングルスで内定している2名の選手と組んで、即座に世界一を狙える高いダブルス適性、ペアリングシナジーが何よりも求められるんです。混合団体のために選ばれた男女各3名、合計6名の代表候補選手が決定した後、いよいよ各種ダブルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスの代表候補ペアの選考が始まります。ダブルスの枠って、オリンピックの予選で勝ったペアがそのまま出場するんじゃないんですか？ここがオリンピック用具ルール規定の重要なところで、アジア大陸予選や世界ランキング枠などを通じて獲得したダブルスの出場枠は、特定の個人ではなく、NOC、日本オリンピック委員会に帰属します。つまり、枠は日本という国が持っているから、本戦にどのペアを出すかは、日本卓球協会が自由に決めていいってことですか？その通りです。ただし、先ほど解説した通り、本戦に連れて行ける選手は男女各3名という極めて厳しい上限があります。
ということは、ダブルスの代表ペアはすでに選ばれている男女各3名、計6名の中からペアを組まなければならないんですね。そうです。例えば、世界ランキングで選ばれたシングルスの2名が右利きでダブルスを組んだ時に動きが重なってしまう相性だった場合、強化本部推薦の第3のセンスには、彼らの動きを補完できる左利きのスペシャリストや、ダブルスのローテーションやシステムに完璧に適用できる技術を持った選手が選ばれる可能性が極めて高くなります。右利きと左利きの組み合わせバランス、そして前陣でのピッチの速さと後陣でのカバー力、これらをパズルのように完璧に噛み合わせる作業を日本卓球協会の強化本部がやるわけですね。そして今回のロス五輪の選考基準に盛り込まれた非常に野心的で戦略的な特例規定があります。それが混合ダブルスにおける最大2ペアエントリーの可能性です。混合ダブルスってこれまでは一つの国から1ペアしか出られなかったですよね。東京五輪で水谷隼選手と伊藤美誠選手が金メダルを取った時も日本は1ペアだけの出場でした。はい。しかし今回の選考基準によれば、ある一定の条件を満たした場合、オリンピック史上初めて2ペアを本戦にエントリーさせることが可能になります。2ペアも出られたらメダルの確率が2倍になりますね。その条件って何ですか？条件は非常に厳しいです。2028年5月22日の世界ランキング発表時点で、混合ダブルスの世界ランキング8位以内に2組のペアを擁しており、かつその4名の選手全員がすでに内定している代表候補、男女各3名の中に含まれている場合に限られます。なるほど、3人の男性と3人の女性、計6名の中から、男 A、女性 A のペアと、男 B、女性 B のペアの2つの異なるミックスペアを作って、その両方が世界ランク8位以内に入っていなければならないんですね。そうです。もし日本がこの条件をクリアして2枠目を獲得した場合、強化本部はすでに内定している1ペア目の2名を除く、残りのメンバーの中から最も相性の良い組み合わせを2ペア目として選出し、JOC 日本オリンピック委員会に推薦します。このダブルエントリーが実現すれば、中国勢や韓国勢に対して、準決勝や決勝で当たるまでお互いを潰し合わせるような国際競技場の大きな戦略的オプションを手に入れることができます。日本の悲願である金メダル獲得に向けて、極めて強力な武器になることは間違いありません。さて、日本卓球協会 JTTA が策定したこの一見すると完璧に見える選考基準ですが、これはすべて国際オリンピック委員会 IOC や国際卓球連盟 ITTF、そしてアジア卓球連合 ATTU が規定する世界規模のオリンピック出場枠獲得システムと1ミリの狂いもなく連動している必要があります。日本国内でいくらこの選手が代表と決めても国際連盟から枠を上げると言われなければ意味がないですもんね。まさにそうです。オリンピックのクオリフィケーションシステム、出場資格制度において、日本が代表をロスに送り込むためには、まず混合団体の出場枠を国際予選で確実に獲得しなければなりません。団体枠を落としたらシングルスやダブルスの枠も激減しちゃいますよね。はい。団体枠を獲得した国は自動的に男女シングルス各2枠、計4枠も獲得できる仕組みになっています。つまり、すべての選考の前提は混合団体枠の獲得にかかっているんです。だからこそ日本卓球協会は選考基準の中で国際大会での枠獲得に向けた厳しい義務規定を選手に課しているんですね。そうです。世界ランキングで上位にいる選手であっても国際連盟が指定するオリンピック予選や枠決定に直結する重要な国際大会には絶対に出場しベストを尽くさなければならないという厳格なプロトコルが組まれています。選手個人だけでなく国を挙げた総力戦で出場権をもぎ取りに行く姿勢がこの選考基準の裏側には隠されているんです。その日本卓球協会が最も重要視している具体的な国際大会が2027年に中国の成都市などで開催される予定の ITTF 混合団体ワールドカップです。混合団体ワールドカップ、これがオリンピック予選を兼ねているんですね。はい。選考基準の公式文書には、選出された代表候補選手は、病気や怪我などのやむを得ない事情がない限り、この混合団体ワールドカップへの出場を必須の前提条件とすると非常に強い言葉で義務付けられています。やむを得ない事情がない限り出場義務、これどうしてこんなに厳しいルールにしたんですか？なぜなら、この大会で日本が確実に上位に入り、混合団体のロス五輪出場枠を早期に確定させることが、チーム全体の強化スケジュールにとって決定的に重要だからです。もしここで枠を落としたら、その後のアジア予選や世界最終選考会まで代表争いがもつれ込んで、選手が精神的にも肉体的にもボロボロになっちゃいますもんね。その通り、
早期に団体枠を確定できれば、選手たちは WTT でのシード権争いや世界ランキングの維持により余裕を持ってリソースを配分できます。日本卓球協会のこの早期確定戦略は、他国に先んじてロスでのメダル獲得ロードマップを描くための極めて実効的なアプローチなんです。さらに、国際卓球連盟の ITTF の執行理事会は、ロス五輪のフォーマット激変に合わせて、非常に画期的な大会を2027年に新設することを決定しました。それが ITTF ダブルスワールドカップです。ダブルスだけのワールドカップですか？そんな大会ができるんですね。はい。これにより、2027年以降、卓球界にはオリンピックの実施種目に完全に対応する世界選手権レベルの3大ワールドカップのスキームが完成することになります。3大ワールドカップ、整理するとどうなるんですか？一つ目は、個人戦の頂点を決める ITTF 男女シングルスワールドカップ。二つ目は、国別の結束を示す ITTF 混合団体ワールドカップ。三つ目が、今回新設される ITTF ダブルスワールドカップです。シングルス、団体、ダブルス、すべてに対応する最高峰の大会が、オリンピックの前年に揃い踏みするわけですね。はい。このダブルスワールドカップの新設により、ロス五輪で復活する男女ダブルスや混合ダブルスの世界ランキングポイントの付与スキーム、速度や予選パスウェイ、出場権獲得ルートがより明確にかつ厳格に整備されることになりました。ダブルスのスペシャリストたちがジムラの価値を証明し、世界ランキングを上げてオリンピックへの扉を開くための最大の主戦場がここに誕生するんです。日本代表に内定した選手、あるいはその代替候補選手、P カード保持者であっても、オリンピックに出場するためには、日本卓球協会だけでなく、国際オリンピック委員会 IOC が規定する極めて厳格なオリンピック憲章の壁をクリアしなければなりません。オリンピック憲章ですか？これって具体的にどういうルールなんですか？特に重要なのが第41条、競技者の国籍に関する規定と第43条、世界アンチドーピング規定等の遵守です。国籍に関する規定、例えば他国から帰化して日本国籍を取得した選手や、逆に海外にルーツを持つ選手が日本代表として出場する場合、国籍取得後の経過期間や以前の国代表としての活動実績に基づく待機期間を厳格にクリアしている必要があります。これを満たしていなければ、たとえ世界ランク1位であっても、オリンピックに出場することは不可能です。国籍を取得したからといってすぐにオリンピックに出られるわけじゃないんですね。さらに第43条にある世界アンチドーピング規定やオリンピックムーブメントにおける試合操作、ヤモ帳などの防止に関する規定への同意と厳格なテストのクリアが例外なく課せられます。これらの倫理技術的ルールを1ミリでも満たしていなければ即座に出場資格を失う。オリンピックという舞台は単に卓球が強いというだけでは決して立てない極めて高いハードルの上に成り立っているんです。さて、日本卓球協会の強化本部長である馬場美香氏が記者会見等でメディアに対して明かした非常に衝撃的な事実があります。衝撃的な事実、どんな内容ですか？馬場強化本部長が国際卓球連盟 ITTF への厳格なルール確認を経て言明した内容によれば、ロス五輪においては、一人の選手が最大4種目に重複してエントリーすることが技術的に可能であるという事実です。4種目、シングルス、ダブルス、混合ダブルス、そして混合団体のすべてですか？その通り。もし日本の大黒柱となる絶対的なエース選手がいた場合、彼あるいは彼女は、オリンピックの大会期間中、この4つの種目すべてに出場し、金メダルを目指して戦うことが可能なんです。でもそれって、肉体的に、そして精神的に、本当に可能なんでしょうか？生体バイオ力学的にも、コンディショニング調整的にも、ほぼ極限不可能に機会負荷がかかります。大会期間中、その選手は午前中に混合ダブルスを戦い、午後に男女ダブルスを戦い、夜間にシングルスを戦い、翌日に混合団体の8ゲーム選手制の過酷なマッチを戦う、というような、マルチセッションでの連日フル出場を強いられることになります。想像しただけで、途中で心が折れるか、筋肉がちぎれちゃいそうです。そうなんです。だからこそ、単に強い選手を選ぶだけでなく、本戦を戦い抜くための極限の肉体負荷に対するフィジカルメンタルマネジメントが、日本チーム全体の戦術設計において最も重要なファクターになる。馬場強化本部長を筆頭とする指導陣には、前例のない新フォーマットに対応する、極めて緻密なケア体制の構築が求められているんです。ここからは、メディアの華やかな報道や、メーカーの美しい広告の裏側に隠された、現代卓球界における最も残酷で不都合な真実を解き明かしていきましょう。レポートの第5章に明記されているトップ選手を襲う経済的困窮の実態です。経済的困窮。
オリンピックを目指すような超一流の日本代表選手がお金に困っているってことですか？そんなのありえないですよね。信じられないかもしれませんが、これが今の卓球界のリアルなんです。代表選考が世界ランキング主導に移行したことで、選手は世界ランクを維持するために、世界中で年間数十大会も開催される WTT ツアーを転戦し続けなければならなくなりました。はい。ポイントを稼ぐためにはとにかく大会に出まくる必要がありますもんね。しかしこの遠征費用、一般の人はすべて日本卓球協会や所属している実業団チームが全額負担してくれていると思っていますよね。違うんですか？違います。日本卓球協会の限られば協会予算から渡航費や公式ホテル宿泊費などの全額経費を負担してもらえる、いわゆる協会派遣として海外に行けるのは男女それぞれトップの数名、一握りの超エリート選手だけなんです。じゃあ世界ランクを上げるために転戦しているその他の多くの日本代表候補の選手たちはどうしているんですか？なんと1大会あたり約60万円から100万円にも上る莫大な遠征費用の多くを選手たちが自腹、自己負担で支払いながら水煮を切って海外を転戦しているんです。1大会で60万から100万、それを自分で払っているんですか？そうなんです。世界ランキングのワンポイントを買いに行くために、年間で最低でも8大会から10大会の転戦が必要です。となると、年間の遠征費用の自己負担総額は500万円から800万円という膨大な金額に達します。年間数百万円、普通の家庭じゃ絶対に払えない金額ですよね。まさにそこが深刻な問題なんです。学生選手の場合、大学や高校がこの費用を負担してくれるケースは極めて稀で、その実態は選手の保護者、つまり親御さんが貯金を切り崩して子供の夢のために仕送りしているのが現実なんです。親御さんの負担が大きすぎて、夢を追いかけることすら諦めざるを得ない家庭が出てきそうですね。さらに、プロ選手や実業団選手であっても、卓球メーカー、バタフライやニッタックなどからの少ないスポンサー契約金の中から遠征費用を捻出しています。年間契約金が200万円なのに遠征費で年間300万円出ていくという活動すればするほど赤字になるプロ選手も少なくありません。そんな生活、プロとは呼べないですよね。そしてさらに絶望的なのがパラ卓球の世界です。オリンピックと並行して行われるパラリンピックの世界ランキング争いにおいては、健常者以上に遠征の同行者、介助者などの費用もかさみますが、トップ選手であっても遠征費は完全に 100% 自己負担というケースが常態化しています。監督もドクターもサポートしてくれる人もいない中、障害を抱える選手たちがなけなしの自己資金をはたいて孤独に世界と戦っているんですね。それに対して最大のライバル国である中国やヨーロッパの国々は国や協会が年間数千万円規模の予算を投じて代表候補選手の遠征費やサポートスタッフの同行費をフルカバーしています。選手は一切の金銭的不安なく競技だけに 100% 集中できる。この正直にクリーンに戦っている日本の選手が経済的なハンデによって最初から圧倒的に不利に立たされているという構造的脆弱性こそがビジレイクの裏に隠された卓球界の残酷な真実なんです。続いて、卓球メーカーのカタログやベテランプレイヤーのアドバイスでは絶対に明かさないもう一つのアンダーグラウンドな真実。用具のプロ仕様特注品と市販品の決定的乖離についてお話ししましょう。プロ仕様特注品。よくプロが使っているラケットと同じモデルとしてお店で1万円や2万円で同じ名前のラケットが売られていますよね。あれって中身は同じなんじゃないんですか？残念ながら外見だけは全く同じ。グリップのレンズやデザインに作られていますが、その中身、つまりブレードの構造や木材の選定は完全に別物です。名前も見た目も同じなのに別物なんですか？プロ選手が手にする特注ラケットは、メーカーの通常の製造ラインとは全く別に、トップ選手専用の工房や特別な製造ラインで、職人が一本一本ゼロから焼き上げています。具体的に何が違うんですか？まず、使われている木材の乾燥度と密度、選定基準が極めて厳格です。さらにブレード内部に挟み込まれる特殊素材、ALC などのミリ単位の厚みや配置、前作の手の大きさや指の引っかかり具合に合わせたグリップの太さや形状、重心バランスに至るまで、すべてがその選手のためだけにフルカスタマイズされています。だからこそ、市販品とは比較にならないほどの保ちの良さと圧倒的な初速を同時に満たしているんですね。そうです。一般のプレイヤーがプロと同じラケットを買ったと喜んで打っても、実際にはプロが感じている極上のフィーリングの半分も体験できていない。
用具のスペックを極限まで追求するトッププロの世界には、市販のカタログには載らない、まさにアンダーグラウンドな特注エコシステムが存在しているんです。そして、卓球界最大のタブーであり、用具のアンダーグラウンドの頂点に君臨するのが、ラバーのスポンジ面に塗布される補助剤、ブースターの常態化と国際的な黙認の闇です。ついに出てきましたね、補助剤。これって科学的な薬品オイルをラバーに塗って無理やり弾みを良くする違法な技術なんですよね。そうです。レポートの第6章にも詳しく書かれていますが、ITTF 国際卓球連盟の規則では、ラバーに後加工を施してはならない、製造時の状態のまま使用しなければならないと厳格に規定されており、補助剤の塗布は明確なルール違反です。でも、どうしてそんな違反行為が世界のトッププロの間で常態化しているんですか？なぜなら、中国製の強標に代表される硬質粘着ラバーは、このブースターを塗ってスポンジを強制的に膨張させなければ、スポンジが硬すぎてボールが全然前に飛ばないからです。ブースターを使うことで、スポンジが著しく柔らかくなり、テンションラバーのような爆発的な弾みと強烈な回転、および心地よい金属音を両立させたモンスターラバーに変貌します。ルール違反だけど、使わないと中国選手のようなドライブが打てないからみんな使っていると。でも、試合前のラケットコントロール、検査で引っかからないんですか？ここが検査の限界なんです。現在のラケットコントロールで使われている検査機は、揮発性有機化合物、つまり昔のシンナー収納する接着剤ガスしか測定できません。現代のブースターは VOC フリーのオイルを主成分としているため、揮発性ガスが発生せず、検査機を完全にすり抜けて合格してしまうんです。機械の目をかいくぐる新型のドーピング薬みたいなものですね。さらに、ラバーが膨張して厚さがルール上限の 4.0 ミリを超えてしまうのを防ぐために、一部の選手はラケットの木の表面をあらかじめミリ単位で深くくり抜いて厚みをごまかすという悪質な偽装工作、いわゆるくり抜きラケットを使用していた力士もあります。そこまでしてルールを破る執念、恐ろしすぎます。この結果、国際大会の現場において、ヨーロッパなどの一部の地域では厳格な検査、ラバーの膨張度テストが行われる一方、アジア圏や特定のワールドツアーなどでは事実上黙認されているという取り締まりの深刻な温度差が生じています。日本卓球協会は公式には補助剤の使用を強く禁止しており、クリーンな環境での強化を目指していますよね。だからこそここにとてつもない不条理が生まれるんです。正直にルールを厳格に守ってクリーンに戦っている日本の選手が、海外のブースターまみれの超高性能ラバーを使う選手たちと、最初から用具の基礎スペックの差で圧倒的不利な状態で戦わされているという、極めて残酷で理不尽な競技場の矛盾が発生しています。ロス五輪の輝かしいメダルへの道、その裏にある過酷な自腹遠征の経済問題、補助剤をめぐるルールと実態の不条理。ここまで深く聞くと、日本代表がオリンピックで金メダルを獲得するためには、単に選手に頑張れというだけでは絶対に解決しない構造的な強化が必要なことが本当によくわかります。その通りです。これらを踏まえて、日本卓球協会 JTTA および指導陣に対して、本レポートが強く推奨する3つの戦略的提言を提示します。はい、よろしくお願いします。1つ目は、強化本部推薦枠となる第3の選手の選考プロセスにおける客観的データに基づく透明性の確保です。パリ五輪サイクルのような明確な国内ポイントを排した推薦枠は、選ばれなかった選手やそのファンからの納得感を得るのが難しく、不信感を招くリスクがあります。全日本選手権までにダブルス戦術データやシミュレーション勝率などの科学的数値を事前にシステム化して提示できる体制が必須です。誰が選ばれても誰もが納得できる根拠、必要ですね。2つ目は、選手の経済的困窮を防ぐための WTT 転戦サポートファンド遠征基金の早急な立ち上げです。有望な若手や中堅選手が自腹の遠征費であって転戦を断念したり、借金を抱えたりする状況を放置していては、日本の卓球の未来はありません。企業スポンサーの獲得を協会が積極的に支援し、遠征費の一部を補填・還元する財政的救済スキームを確立すべきです。お金がないからオリンピックを諦めるなんて悲しい現実は絶対になくしてほしいです。ひいては3つ目は、本番を想定した4種目エントリー時における極限耐久シミュレーショントレーニングの導入です。
馬場強化本部長が言及した通り、一人の選手が4種目に出場する過酷な連戦を乗り切るための脳の疲労回復や戦術のアジャスト能力、スタミナ回復などを人工的に疑似再現した強化合宿を早期から実施し、極限状態を日常に変えておくタフネスを勝ち買うことが推奨されます。本日の長大なレポートの総括です。2028年ロサンゼルス五輪における卓球競技の構造改革、すなわち混合団体の新設と男女ダブルスの復活は、卓球をよりスリリングでエキサイティングなスポーツへと進化させる一方で、各国の代表選考と国際強化戦略に前例のない複雑な知略戦をもたらしました。日本卓球協会が策定した世界ランキング主導の新しい選考基準は、選手を国内選考会の呪縛から解放する素晴らしい進歩ですが、その裏では世界ランキング獲得のための自腹遠征という過酷な経済的現実が選手にのしかかっているんですね。さらに、用具コントロールの資格をついて常態化する補助剤、ブースターの存在や、プロ使用特注品と市販品の決定的な乖離といったルールと実態の不均衡は、クリーンな環境で世界一を目指す日本の選手たちにとって極めて不条理で過酷な障壁となっています。私たちはオリンピックで輝く選手たちの笑顔の裏にどれほど多くの経済的、肉体的、そして理不尽な犠牲が隠されているのかを決して忘れてはならないですね。その通りです。だからこそ日本卓球協会指導陣、飾らない卓球ファン全員がこの不都合な真実を深く認識し、選手たちを技術面だけでなく経済面、医療面、そして用具開発のあらゆる領域から全力でバックアップする体制を整えなければなりません。はい、私も今日の解説を聞いてますますロス五輪を目指す日本代表選手たちの戦いをリスペクトと深い愛情を持って応援したくなりました。用具選びや技術の探求と同様に選考ルールや国際政治の真実を知ることは皆さんの卓球ライフの視野をさらに広く豊かにしてくれるはずです。それでは次回のテーブルテニスインサイトの動画でまたお会いしましょう。お相手はナビゲーターのケンジとアシスタントのミサキでした。長時間の動画最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。またお会いしましょう。